こんにちは、TP アトレーナーの柳です。今日はドライバーの飛距離を伸ばす体の使い方、動き、ドリルについて紹介していきます。いつも私のチャンネルではこのクラブをいかに効率的に動かすかっていうこちらのところをフォーカスしながら飛距離アップについて発信しているんですけど、クラブを効率的に使ってきたら最後はやっぱりフィジカル、体の動きっていうのも大切になってくるので、今日はですね、私が飛距離アップのためにやっているドリルとか気をつけていること、クラブではなくて体の使い方について簡骨を紹介していこうと思います。とはいえですね、この動画を見る上で一番大切にしてほしいのはこのクラブの使い方で、この第一振り子、この手首を中心としたこの振り子、クラブが行きたいところを邪魔しない、ここのロックがあると今から言う体の使い方をやっても飛距離が伸びないので、最低限ここは柔軟に動かせる中でこういう体の使い方をすると飛距離アップにつながるよ、こういった視点で見てほしいなと思います。まずはこのクラブを速く振る、ドリルについて紹介していこうと思います。このクラブを速く振る上でトレーニングのカテゴリーは2つに分かれます。それは筋肉を育てる筋肉系のトレーニングか、この運動は脳が支配してますので、この脳の神経系を鍛えるリミッターを外すトレーニングをするか、基本的にこの2つです。で、この筋力系のトレーニングっていうのはどうしても時間がかかってくるので、1ヶ月半とか2ヶ月でヘッドスピード 10%、15% 上げたいよっていう場合は、怪我しない程度の体の可動域は確保した上で神経系のトレーニングをすることが大切です。で、神経系のトレーニングをするってなるといろんな練習動画あるんですけど、今日はお金がかからないやり方を紹介していきます。まずですね、この神経系のトレーニングはこの脳のリミッターを外すっていう行為になります。例えば野球であれば、このピッチャーが球速を上げるときに少しちっちゃい球で投げてあげる、この自分の体感しているスピードを脳の上限を超えていく、短距離選手だったら原付にチューブつけて引っ張って自分の限界を超えるスピードを体感してもらう、少し下り坂を走ってみる、こういった形で脳の自分がこんなもんかなっていうところの上限を取っていくっていうのが神経系のトレーニングです。この神経系のトレーニングで大切なのはこの軽いものと重いものを振るっていうところなので、まずですね、軽いものを振るっていうところからやっていきます。多くの人はこのアライメントスティック持ってる方が多いと思うので、このアライメントスティックを使ってピュンと音を鳴らす。まずは右手でこうポンと思いっきり振ったら、こう両手でこの音を大切にして振ってあげる。で、軽いものを振って自分のスイングスピードのイメージを上書きするんですけど、次は重いものも振ります。今のこのピュンピュンと軽いものを振ったようなイメージでこのアイアンを振ってみてください。これをこれをですね、右打ち左打ち左右それぞれ5回ずつぐらい交互にやっていくと、ちょっとずつ脳のリミッターが外れてきます。まずですね、素振りの段階としてはこの軽いものを思いっきり振る、次は重いものを振ってみる、で最後は自分のドライバーで振る。でこの時自分のフォームはどうでもよくて、不安定じゃない靴を履いた上でフォームはいいから全力でピュンピュン振る、これが神経系トレーニングの中で一番大切なので、まずですね、軽いものを振る、重いものを振る、最後にドライバーを振ってみる、これで脳のイメージをアップデートしていきます。こういった形でまず脳のイメージを書き換えていったら、次は飛距離が伸びる体の動きについてお話ししていきます。よくこの飛距離とか考えるときに下半身リードとか地面反力とか捻転差とかいろいろありますけど、基本的に人は強く物を投げよう、強く叩こうと思ったら下半身リードはしてきますし、時間差っていうのは勝手に生まれてくるんですけど、今日はですね、それをドリルとして具体的に上書きできる方法をお伝えします。この下半身リードとかこのクラブに力を入れる素振り、主に代表的なものは2つあります。1つ目は通常通り構えてもらったところから右足に左足をつけます。でこの振り子をしてテイクバックで上がっていくタイミングで左足を踏み込む、アドレスして右足に左足をつけて振り子で上がったタイミングで左足を踏み込んでから切り返して打っていく、これを素振りします。振り子で踏み出す、振り子で踏み出してから振る、
こういう感じでこの捻転差を極端に使っていくステップチェンジドリルっていうのをやってみます。次はですね、右足左足を出す練習します。さっきは構えたところから左足をつけて踏み込むだけでした。これは次はテイクバックの時にこっちの右足の踏み込みも入れていきます。構えたところ、体の真ん中から振り子をして、このヘッドが戻ってくるよりもちょい先で右足を踏み込むから左足を踏み込んで打っていく。ここで右左から振る、右左、右で踏んでからヘッドが上がってくる。そして左足を踏んでから振る。これをやっていくと下半身リードとか踏み込むっていう、地面を踏むっていう動きができてきます。でさらにできる人はこの足を出す時にしっかり地面を踏んであげましょう。右で踏むのが難しければせめて左サイドを踏んでから振る。これをイメージするだけでもどんどんヘッドスピード上がってクラブ振れるようになるので、なるべく踏むっていうところを意識するとより効果が出てきます。では次に今度はクラブをさらに加速するためのコツ深掘りしていきます。この飛距離を生むためにはいかにシャフトを効率よく使えるか、その負荷を最大限に入れるために今の脳のリミッターを外したり下半身リードをしたりということをしました。で次はですね、しっかりとこのエネルギーが入る状態になったらこれを加速させていきたいわけですので、そこについての肝骨を紹介していきます。まず一つはですね、このシャフトをしならせるためには切り返しで負荷を生むってことがすごく大切なんですけど、この時にテイクバックのイメージとしてはこのヘッドがポンと跳ね上がるようなイメージでテイクバックをしていってください。この時に腕はちょっと緊張感を持たせて張り感を持たせてヘッドが遠くに行くように上げてきます。でさらにこの上げていく時はこの自分の左の肩がボールをできれば刺すような方向で上げてきます。この肩が地面を刺さない程度に上がってしまうと切り返しでクラブが落ちてヘッドが前に出ていかないので、この遠くに上げる中で肩の向きっていうのを大切にして上げます。遠くに肩がしっかり地面を向くように上げていきます。このヘッドを上げる時に手がそばに行ってしまうとこの切り返しの負荷が生まれてこないので、この何か抵抗が外れた時に起こる回転運動のイメージで遠くに上げます。では実際にですね、この体の動きの確認として打ってみます。この跳ね上がる方向にクラブを使って引っ張り戻す。この時あんまトップ上までいかなくて大丈夫です。で肩がしっかりボールを刺す方向じゃないとこういう落ちる動きが生まれてしまうので、肩の向きを注意して打っていきます。こういう感じでここで引っ張り戻す。この時に遠くに行ったものを引っ張り戻すようにしてください。でこれはなぜかというと、これはですねエネルギーの使い方と、あとこのヘッドスピードを加速させる時と体の抵抗につながる話です。例えばですね、この手を遠くに広げた状態で体を回転させようとすると速く回るのって難しいですけど、自分の体のそばに手があれば体の回転というのは速くなります。なのでこの大きなものからちっちゃな円に引っ張り戻してくるって回ってあげると、ここの円運動で蓄えたエネルギーは大きいし、ここで速く回ることができます。でさらにですね、この肩が地面を刺すとなると地面反力っていうのを使えるようになります。この肩が地面を刺した状態でさっきのこの踏み込む力をかけると地面から反発が入ってきます。でこの反発が自分の上半身をギアのように回転させる動きになるんですけど、この時にこの前傾が甘くてこのままだとこういう踏んでもこっち側になって
ただヘッドが落ちるだけで前に行かないけど、肩が前に入っていればこのを上げる動きになってくるので、細かく説明すると今みたいなこの遠くに上げてエネルギーを作って、あとはちっちゃく回転する。でこれが最初からちっちゃいとここから回転するのは難しいので、遠くに上げて引っ張り戻す。そして踏めば地面反力で左サイドどいてくるような動きになります。あとはですね、この加速する距離を大きくしたいので、テイクバックの時は少しヒールアップして OK です。ヒールアップして踏んで回っていく、この感じです。でこの時に大切なのは、自分のこの股関節右サイドがテイクバックのエネルギーを逃がさないことです。この右太ももの角度が変わらないように、ヒールアップはしても自分のこの内股をひねるような感じでしっかりエネルギーを止めてあげる。でこの時に遠くにで踏んで回っていく、この感じで大きく作ってから回ります。それでは最後に今までのおさらいを込めてドライバーで打ってみます。大切なポイントは、この手首を中心とした振り子は止めないことで、その上でまずは振り出していく時に左足を踏み込んであげる。そして切り返して打つ。右足の感じは右左から打つ、右左で打つ。この下半身の使い方、エネルギーの入れる入力の順番というのをまずは気をつけます。次にですね、この切り返しでシャフトがしならないと始まらないので、遠くにこのヘッドがポンと跳ね上がる力を手前側じゃなくて遠くに上げる中で少し引き込むようにしてシャフトをしならせます。であとはこのトップのタイミングで肩があまりにも上がっていかない。できればこの地面を全く刺さない角度ではなく、しっかり前傾をキープしたまんま上げていきます。では実際に打ってみます。ちょっと今力んでバランスを崩したんですけど、スピード 51.6 で308ヤードでした。プロギア、これ簡易的な計測器なので実際の飛距離はどうなのっていうところですけど、結構トラックマンとかで測ったものとかコースに行ったものと、この簡易計測器プロギアが一番飛距離は近いかなと思って使ってます。この振り上げる、肩が刺す、ヒールアップ、これを使ってかかとを踏み込むことを大切にして振っていきます。だいたいこんなもんですね。ヘッドスピード51で301回いかないかという感じでした。で最後はですね、実際ラウンドでこんなに一生懸命振る必要はなくて、こういったマン振りトレーニングをしてアッパーを上げると8割で振っても結構飛ぶようになるので、最後はこの人とのバランスだけを気にして打っていきます。はい、今軽く振るとヘッドスピードが49弱ぐらいで、飛距離だいたい290弱ぐらいでした。実際ラウンドでも私は280ヤード計算ぐらいで普通にラウンドするときは計算してるので、だいたいイメージこんなもんかなと思います。で今日ですね、お伝えしたことをしっかり体に染み込ませてアッパーを上げていくっていう作業をしていただいて、で実際のラウンドでは8割で振っても過去よりも確実にヘッドスピード上がって飛距離も伸びているので、マン振りでアッパーを上げるっていう練習をする。そしてバランスを整える練習、これを別軸で練習していくとラウンド中に使える最大の飛距離というのも伸びてきます。ということで今日は体の使い方、飛距離が伸びる体の使い方ドリルについて紹介しました。どうしても体の動きになってくると、その人の筋力とか体力とか今までの運動経験によってハマるハマらないが出てくるので、今日お伝えしたヒントの中でこれなら使えるかなっていうものがあったらぜひ取り入れていただいて、皆さんの飛距離アップつなげてほしいなと思います。ということでドライバーの飛距離を伸ばす方法ドリルについて紹介しました。ぜひ皆さんやってみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。